こんにちは。ウェルビーイングジャーナルの植木優です。今回は骨盤の歪みを劇的に改善するヨガです。骨盤の歪みには大きく3つの種類があります。骨盤が前後に倒れてしまう前傾後傾の歪み。そして左右の高さが違う歪み。どちらかが前に出てしまうねじれの歪み。この3種類です。今回はこの3つの歪みを改善するべく、ストレッチとヨガのポーズを組み合わせて行っていきます。骨盤の歪みが整うと、姿勢の改善やお通じの改善、ウエスト周りやお尻、太もものボディラインが整うという効果が期待できます。それぞれのストレッチやポーズで伸ばしたいところ、使いたいところに効いているか、意識を向けながら進めていきましょう。では、まずストレッチから始めていきます。両足を前に伸ばして座りましょう。足は少し開いておきます。つま先を内側に倒してもつま先が触れ合わない程度に開き、両手を体の後ろに置いて支えます。背骨を伸ばす。つま先を内側から前、そして外から手前へとぐるぐる回していきます。この時、膝も曲げて足の付け根からしっかりと回していきましょう。足の付け根、股関節は骨盤の下側にあたる関節です。ここを緩めていくことで骨盤を整えやすい状態にしていきます。なるべく親指が床につき、小指が床につくとね、大きく足の付け根から回していきましょう。はい、ではあと一周大きく回せた方は反対回しに移っていきます。内側から手前、そして外、前、内側と繰り返していきます。この時も膝を曲げて、膝が内側、外側大きく動くようにしていきます。はい、股関節周りは柔軟性や可動域が気になる方多いかと思います。筋肉をしっかりと緩めていくことでコリが取れて骨盤の歪みや癖が取れやすくなりますので、しっかりとほぐしておきましょう。はい、ではあと一周大きく回したら動きを止めて、両足をブラブラブラと揺らして脱力します。足を揃えて座ったら、右足を45度外に置き、膝を立てます。この膝を内側に倒し、お尻浮いてもいいですので、左右の膝が横に並ぶようにしてみてください。膝の位置が決まった方は右のお膝を立て、今度は両方のお尻をしっかりとマットにつきます。そして息を吸って、吐く息、右のお尻を浮かさずに膝を内側に倒します。吸いながら膝を立てて、吐く息で内側に倒すと繰り返していきましょう。右のお尻をマットにつけたまま膝を倒したり起こしたりしていくと、お尻の外側のあたりが伸びてくると思います。骨盤の外側にあたる筋肉ですね。思ってるよりも膝が倒れないとか痛みがあるという方もいらっしゃると思います。無理のないように優しく足の重みで倒すようにしていきましょう。回数を繰り返すことで骨盤の外側の筋肉が緩み、またこれも歪みが整いやすい状態になっていきます。はい、ではあと一度倒し、膝を立てたら動きを止めて、両足を揃え、今度は左足です。斜め45度外に開き、膝を立て、お尻浮かせていいです。まずは膝を左右に並べていきます。位置が決まったら左膝を立て、お尻をマットにつけたまま吸って、吐きながら内側に倒す。吸いながら膝を立て、吐く息で倒す。繰り返していきましょう。左のお尻、マットから浮かないようにしていきます。左右行うと膝の倒れる角度が左右で違う方いらっしゃるかもしれません。これは骨盤の歪みが生じている
結果になります。なので倒れにくい方は少し多めに回数を行っていただくことで骨盤の歪み整いますので、ご自身で回数を少し調節してみてください。無理に力を入れないで、足の重みでゆっくりと外側の伸びを深めていきます。では次にお膝を立てた方は動きを止めて、両足を揃えて伸ばします。右足を体に引き寄せ、膝を右腕の内側、足の裏を左腕の内側に入れて、指を組んでいきます。この持ち方辛いという方は、両手で下からすねを抱えていただいても大丈夫です。かかとがあまり下がりすぎないように、膝の高さと同じになるように心がけましょう。どちらかの持ち方できた方、まずは足を左右に揺らしていきます。膝をなるべく外側、内側大きく揺らしていくことで、これも股関節、骨盤の下側の筋肉にアプローチ、緩めていきたい動きです。では動きを止めて吸いながら背中を伸ばし、吐く息ですねを胸に近づけていきます。下から抱えている方も同じようにすねを胸に近づけていきましょう。お尻のあたりがじわーっと伸びてくると思います。骨盤の後ろを支える筋肉を伸ばしていく。骨盤が前後に倒れてしまう歪みに特に効果的です。骨盤の歪みから来る腰痛なども改善する効果が期待できます。あと一息吸って背中を伸ばす。吐きながらすねを胸に近づけます。では次の吐く息で足をももの上に下ろしていきましょう。左手で右足のつま先、右手で左の膝を持ち、膝を胸に近づけます。そこから膝を後ろの壁に向け、床に向け、正面に向ける。これをつなげていきます。胸、後ろ、床、前。そうですね。胸、後ろ、床、前と繰り返していきましょう。余裕のある方は徐々に滑らかに膝で円を描くようにしていきます。この時胸もつられて後ろを向きたくなりますが、胸やおへそは前に向けたまま膝で円を描きます。股関節の、筋肉を緩めていって骨盤の歪みを整えやすくしていきます。次にお膝が胸に近づいたら反対回しです。前、床、後ろ、胸、前、床、後ろ、胸と繰り返していきましょう。向きを変えると回しづらくなるという方もいらっしゃるかもしれません。繰り返していって筋肉を緩めていくことで骨盤の歪みは徐々に整っていきますよ。ゆっくりと繰り返していきましょう。では次にお膝が胸に近づいたら動きを止めて足を前に伸ばします。今度は左足を引き寄せましょう。足の裏が右腕の内側、膝が左腕の内側、指を組む。もしくは両腕で下から抱えていきます。背中をピーンと伸ばし、足を左右に揺らしていきましょう。お尻周り、股関節のあたりが緩んでいる感覚を確認しながら行います。背中を丸めてしまうとお尻が伸びにくくなりますので、腰からしっかりと伸ばして行います。では動きを止めて吸いながら背中を伸ばす。吐く息ですねを胸に近づけていきます。お尻周りがぐーっと伸びていきますね。お尻が硬くなると骨盤を後ろに引っ張ってしまうため猫背になりやすくなります。しっかり伸ばしておきましょう。では次の吐く息で足を下ろします。右手で左足のつま先、左手は膝に置き、膝を胸に近づけます。後ろの壁、床に向け、正面に戻す。繰り返し、胸、後ろ、床、前と繰り返していきます。徐々にスムーズな円を描きます。骨盤を今日は下からしっかりとほぐしていっています。
で、骨盤周りの特に股関節の方、骨盤の下側には筋肉がたくさん通っていますので、少し念入りにほぐしてあげることで骨盤の歪みが整いやすくなっていきます。また左右順番にストレッチをしていくことで左右の違いなんかも感じやすくなりますね。ご自身の体の状態、左右でね違いがあるかどうか、そんなところも確認しながらしっかりとほぐしていきます。では次にお膝が胸に近づいたら反対回しです。膝を正面に向け、床に向け、後ろ、胸、はい、前、床、後ろ、胸繰り返し前、床、後ろ、胸、ご自身のペースでいきましょう。私のね、速度が速すぎると感じる方もいらっしゃるかもしれません。この股関節周りのね、筋肉の硬さによっては、ゆっくりの方がやりやすいかもしれないですし、もっと早くね、ぐるぐる回したい方もいらっしゃるかもしれません。ご自身のペースで大丈夫ですので、心地よくしっかり伸びが感じられてるか意識を向けながら繰り返していきましょう。はい、動きにくさをもし感じていれば、左右で違いがあれば、動きにくい方は少し長めに行っていきます。では次にお膝が胸に近づいたところで動きを止めて足を前に伸ばしぴったりと揃えましょう。つま先を天井に向けたら両手を腰に置き、背骨をまっすぐ上に伸ばしていきます。軽く顎を引いたら、吸いながら右のお尻を浮かせる。吐きながらゆっくりと下ろします。吸って左のお尻を浮かせ、吐きながらゆっくり下ろす。交互に行きましょう。吸って上げ、吐いて下ろすです。いいですね。しっかりとお尻がマットから浮くように交互に繰り返していく。はい、このウエスト周り、脇腹の筋肉を使っていくことで骨盤の左右の高さのズレを直していきたいと思います。で、くびれの位置が違ったりとか、なんとなくね、体の左右のバランスのズレが気になる方いらっしゃると思います。なるべく高く上げる。これを左右交互に行うことで筋肉バランスを整えていきます。動きに慣れてきた方は両手をクロスして指先を肩に置き、なるべく高く上げていくことがポイント。そして肩は動かないように。次に左のお尻を下ろしたら動きを止めます。腕をほどき、両膝を立てて膝の間拳1個分のスペースを空けておく。両手のひらはももの後ろ、吸いながら背中を長く伸ばし、吐く息でお背中丸める。目線がおへそです。吸いながらお背中反らせて目線斜め上に。吐きながら丸める。おへそを後ろに引っ張り腰に伸びを感じます。吸いながら反らせる。おへそを前に突き出しお腹に伸びを感じる。吐きながら丸める。交互に行きましょう。骨盤前後の歪みを整えていきます。なるべくお尻、骨盤を寝かせたり立てたりというね、動きを大きくしていきましょう。はい、では吸う息で背中を反らせたら吐く息でまっすぐに戻ります。この両足を体の左側に置きましょう。右膝が体の正面、そして左膝は少し外にずらし、両方のお尻がマットに近づくようにします。両手のひらを頭の後ろに添え、肘を外に開く。息を吸って背中を伸ばし、吐きながら体を左に倒して目線右斜め上。はい、右の脇腹を大きく伸ばしていきます。右肘は天井に向けて、脇腹、腰のあたりを大きく伸ばしましょう。左右の骨盤の高さのズレをこれも調節していきます。大きく吸って、吐く息で倒す。次の吸う息で体を起こし、吐いて腕をほどきます。右手体の後ろ、左手の甲が右ももの外、息を吸い、
吐きながら体を右にねじる。目線後ろ向けられるところまでいきます。胸をしっかり右の壁に向けるような意識でねじりましょう。腰回り、骨盤の上の筋肉を整えていきます。骨盤のどちらか左右が前に出てしまうねじれの歪みを改善していきます。次の吸う息で背中をまっすぐに戻し、吐く息で手をほどく。反対側です。一度両膝を立てたら、今度は両足を体の右側にずらします。左膝が体の正面、右膝は少し外に置き、骨盤をしっかりマットに安定させます。両手のひらを頭の後ろに添えて息を吸う。吐きながら体を右に倒し、目線左斜め上。左の肘を天井に向けます。この時肘が前に倒れると、体の横伸びにくくなりますので、しっかりと肘を上に向けて胸を開きます。あと一息吸って、吐く息で少し倒す。吸いながら体を起こし、吐いて腕をほどきます。左手後ろ、右の手の甲が左ももの外。息を吸って、吐きながら体を左にねじります。なるべく後ろに目線を向けていく。吸う息は背中を長く伸ばし、吐く息右手の甲でももを押しねじりを深める。骨盤の上に当たる筋肉を緩めていく。ツイストのポーズです。吸いながら体を正面に戻し、吐いて腕をほどきます。両手を左側につき、体も左に向けましょう。足は肩幅程度に開き、両肘を肩の真下について手のひらを床に向けます。肘で床を押し、胸を押し上げる。そして右膝を曲げて、右手で右足の甲をつかみ、かかとをお尻に近づけていきます。半分のカエルのポーズ。左手はしっかりとマットを押し、上半身はおへそから引き上げていきます。そしてお尻にかかとをなるべく近づけていくことで、ももの前側の伸びを深めていきましょう。骨盤の前側伸ばしていきます。これも前後の歪みを改善するのにとても効果的なポーズです。あと一息吸って、吐く息でかかとをお尻に近づける。ではゆっくりと手をほどき、反対側です。右肘をマットについてから左膝を曲げ、左足の甲をつかみます。吸って、吐きながらかかとをお尻に近づける。お顔は正面に向けたままです。おへそを上に引き上げ、かかとをお尻に近づけて、左のもも前側の伸びを感じていきます。深い呼吸を繰り返し、前ももから足の付け根に伸びを感じる。反り腰の改善にとても効果的です。次の吐く息で手をほどき、両手で床を押して体を浮かせ、膝をマット幅程度に開きます。つま先は閉じて、お尻をかかとに乗せる。体を前にだらーんと垂らして、膝を開いたチャイルドポーズ。お腹を緩めてゆったりと呼吸をします。吐く息では力を緩めて、ほぐれた骨盤周りの筋肉、腰やお尻、足の付け根に意識を向けます。膝を開いてお腹をマットに近づけることで、内ももに伸びを感じます。骨盤の中に通ずる筋肉を緩めていって、さらに骨盤を整えます。では両手をお顔の横に移し、吸う息で手で押しながらゆっくりと体を起こしていきます。
起き上がったら息を吐いて。お疲れ様でした。骨盤周りしっかり動かせましたか？ほぐれた感じがする、使った感じがすると感じる方は、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また次の動画でもお会いしましょう。